ますか？つながっていることが確認できたら始めたいと思うので、つながっているよとコメントをください。お願いします。大丈夫かな？空港に Wi-Fi あるはずなのですが、どれも使えなくて、今案内の人に聞いたら私たちもわからないって言われちゃいました。だから電波がもしかしたら今日はちょっと悪いかもしれませんが、途中でくるくるなっちゃうかもしれませんが、ちょっと気長に見ていただけたら嬉しいです。どうだろう、つながってますか？大丈夫？日本から？あ、来てるかな？じいじさんこんばんは。では始めたいと思います。ただいまフランス時間昼間の3時15分頃です。今日はここフランスのパリにあるシャルル・ド・ゴール空港からライブをしたいと思います。こんばんにちは。来てくれてありがとうございます。OK ですね。はい、今いるのは出発ターミナルに今はいます。飛行機に乗るときにはここから並んで税関を通って中に入ります今日も皆さんとお話ししながらライブを進めていきたいと思うので、ご質問やコメントなどなどどしどし受け付けています。そして、今フランスに来る際の日本からフランスに来る際の注意しなくてはいけない点などもあるので、お話ししながらお散歩のような感じでこの空港内ご案内したいと思います。ではどうしよう、カメラ切り替えようかな。聞こえてるかな？大丈夫かなこんにちは。少なめ？人かな？人はですね、結構ここがちょっと少なく見えるのですが、今これから歩いていきますが、一周すると結構人はいます。私が思ってた以上に人は多いです。じゃじゃーん。で、今日は日本から来る方をお迎えに空港に来たのですが、日本からの便も満席、すごくいっぱい乗っているということです。じゃじゃーんでは重要なのでまず注意点からお話ししようかなって思います。今フランスに来る際に今までは72時間以内かなの PCR 検査などなど必要だったのですが、もしもワクチンを打っている場合にはPCR 検査とか抗原検査とか陰性証明というものは必要なくなりました。ただ普通に今まで通りコロナが流行する前の通りにフランスに来て入国できるようになりました。そしてワクチンを打っていない方ですね、いない方は72時間以内の PCR 検査もしくは48時間以内の抗原検査の陰性証明が必要です。なのでワクチンを打っていれば特に何も気にせずフランスに来れます。ワクチンを打っていない方は陰性証明が必要です。そして今日一番注意してほしい、皆さんに注意点としてお伝えしたいことが、今までフランスに来る際になかった、やらなきゃいけないことっていうのが一つ増えました。それは、欧州デジタル式旅客位置情報フォームというものに日本にいるときに、自分がフランスでどこにいるよっていう位置が分かるフォームですね。それに入力をしなくてはいけなくなりました。これは必ず入力しなくてはいけないものなので、フランス在仏日本大使館のホームページとかそういうところからもフォームがダウンロードできます。詳しくはライブの後にこのライブの概要欄にも URL など載せておくので、そちらでチェックしてください。これが今日本からフランスに来る際の注意点です。他にも気になることなど、これは今どうなってるとかどうしたらいいのなんていう質問も受け付けているので、お気軽にコメントをください。それではカメラを切り替えてご案内しようと思います。何日本人はフランス好きですねGPS でどうなんだろう。でも位置情報フォームってことはそうだと思います。 GPS で位置が分かるようになっているんだと思います。それではカメラを切り替えます。じゃん。はい、今いるここが出発ホームです。おー、すごい長い。そして目の前で高線路になっちゃった。
はい、ここはシャルル・ド・ゴールターミナル2の方です。ターミナル1もあるのですが、今いるのはターミナル2です。ここから今人は少ないですが、飛行機に乗るときにはそのゲートを通って荷物検査などをそこでします。結構空港広い、日本の成田空港とかよりも全然広いイメージなので、飛行機に乗る際にはかなり余裕を持って1時間以上前にはこのゲートを通っておいた方が安心だと思います。隣にはじゃーん、コンビニみたいなのもある。ちょっと中も覗いてみましょう。それでは今日はこれから今は出発ターミナルにいるのですが、ちょっとエスカレーターで到着ターミナルの方にも降りて、空港、このシャルル・ド・ゴール空港からパリまでの行き方もちょっと軽くご案内できたらななんて思っています。ここはイクスキっていうカフェ、ちょっとご飯とか食べられるカフェ覗いてみようか。こんなヘルシー系の場所です。こうやってスープとか買ったりして、結構空港内にカフェとかたくさんあるので、早めに空港に来て時間が余ったら中で待つっていうの方がおすすめです。じゃーん、ラジュレもあります。マカロンはやっぱり新鮮な方が美味しいので、お土産に持って帰りたいという方はパリ市内で買うよりも空港で買う方が私的にはおすすめです。かわいいね、見て、わーかわいい、いつ見てもかわいい。美味しそう。日本でいくらかわからないけど1個いくらなんだろうお値段書いてない。じゃーん、たまに限定ボックスとかも売っているのですが、今よく見えない。綺麗ですね。ではでは到着ホームに行こうと思います。あ、今年で160年目なの？知らなかった。そんなに昔からあるんだ、ラジュレって。すごいね。お隣もカフェです。ここはね、ちょっとシックな感じ、おしゃれ。やっぱりちょっとカフェ値段だったりするのです。カフェ値段じゃない、空港値段だったりするのですが、おしゃれ。クレジットカードなども空港内では使えます。じゃーん、軽食食べれます。お酒も飲めます。たくさんコメントありがとうございます。そうですね、空港内ではマスクしている人がパリ市内より全然多い気がします。ただ今までは電車の中とか空港内はマスクしなくてはいけないということになっていたのですが、今は全然そういうことなく、してもしなくてもいいという風になっています。来たよ来たよ。じゃーん、これはコンビニみたいな感じ。本が売ってたりとか、本の匂いっていい匂いとか、お土産とか、じゃーん、パリ・サンジェルマンのユニフォームとか売ってます。お水も2本で 3.9 ユーロ、450円くらいです。それでは到着ターミナルに歩いていきましょう。分かりやすくこういう風に案内も書いてあって、チェックインカウンター何番から何番は、2番から7番はあっちとか、税金免税するにはあっちとか書いてあるので分かりやすいと思います。美味しそうマカロンかなフランスマスク着用は空港関係者の人の方がしてないかもしてるのは、外国人、旅行に来てる外国人の方、やっぱりアジア人の方ちょろちょろ見られるのですが、そういう方はしている印象で、どうだろう、空港の人はほとんどしてないですね。やっぱりフランスマスクの文化元からはなかったので、取れるなら取りたいみたいな感じなんだと思いますシベリア上空フライト大丈夫ですか？大丈夫かは分かりませんが、どうだろう、今遠回りの飛行機に乗ってくる人もたくさんいると思います。声褒めてもらえて嬉しい、ありがとうございます。はい、ここがエールフランスの
チェックインカウンターです。さすがエルフランスの飛行機会社。ここだけねすごく立派。見て入り口がすぐわかる。どこから行こうかな。どうしようか。せっかくなので、免税手続きをするときにどうしたらいいかちょっとご説明します。ここもエルフランス大きいな。はい、今ここにこの矢印よく見えるかな。でタックスは向こうって書いてあるのでちょっと行ってみようと思います。電波大丈夫ですか？本当に空港内で使えるはずの Wi-Fi が使えない。さすがフランス。それに気をつけて。はい、気をつけます。ありがとうございます。ここはデルタの乗り口。あれ JAL とかどこなんだろう。もっと逆方向だったかな。一番奥にはマクドナルドがあります。マクドナルドとスターバックスって必ず空港にありますね。不思議。あ、到着しました。マクドナルドの方にまっすぐ向かって歩いていくと、3番カウンターのここが3番で、横にデタックスができる場所があります。ちょっと本当は中まで入って説明したいところですが、係員さんに何か言われちゃいそうなのでここから見ようかな。これが書いてあるところでデタックスできます。でこのデタックスターミナルによって違うのですが、ターミナル今ターミナル2にいて本当にとても簡単で、今ここに見えているこの機械に免税してもらうときにお店の人にもらう書類にバーコードリーダーがついているので、それをこうピッてかざすだけでもうそれだけで終わりです。でパスポート情報とかも日本語も設定できて全部わかりやすいし、パスポートもかざすだけで全部読み取ってくれるので本当に何も困ることなくすごく早く手続きができます。でこの機械で読み取った後、特に他にすることはありません。でもしも心配な場合にはどこだろう。あれ前はボックスもあったんだけどボックスすらなくなってる。あ、ボックスあるか。この機械の後ろにちょっと赤いこれかなボックス見えてると思うのですが、ここに封筒の蓋をしてデタックスした書類を投函するとさらに安心です。ですがしなくても大丈夫です。こっちに並んでいる人は例えばこっちで手続きできなかったりとか、そういう人があっち側に行ってくださいって止められて行くこともありますが、今まで何十回もしていますがこっちに行ってくれって言われたことないので、この機械だけで済んじゃうと思います。ということでデタックス本当にとっても簡単です。フランスの税金 20% あるので、もしもハイブランドとか買う人は絶対にデタックスした方がいいと思います。おすすめです。はいはい。お、マクドナルド。じゃあちょっと振り返って到着ターミナルの方に行こうと思います。あ、そこの階段から降りよう。日本の水際対策緩和でチケット取れない？混んでるのかな？そういうこと？ここから降りましょう。今はフランス式の0階、日本の1階にいます。でこれ1個下に降りると到着ターミナル、これを見れば分かりやすい。じゃじゃーん。1階って言いましたが空港だからよく分かる。今ここにいます。出発ターミナル、2階って書いてあるので2階なのかな。2階です。到着ターミナルが0階、フランス式の0階なので日本式の1階ですねに到着ターミナルがあります。今階段ちょっと降りてこの到着ターミナルに行きます。はい電波大丈夫？よかった。もしかしたら下に降りたらちょっと電波悪くなるかな、心配。エルフランスは憧れなんですね。
確かにエールフランスに乗った時にちょっと注目してほしいのが、シートベルト着用の案内がお席のちっちゃいテレビとかに流れるのですが、それがね本当にフランスらしいの。本当におしゃれで、日本の案内って結構真面目な感じで映像流れたりすると思うのですが、本当さすがフランスでファッショナブルというか本当におしゃれで、ちょっと私衝撃を受けたっていう記憶があるので、今も変わってないと思う。なのでエールフランス乗った時には見てみてほしいです。はい、今向かっているのは到着ターミナル 2E に向かっています。この到着ターミナル 2E は日本人の方が一番多く到着される場所なんじゃないかなって思う。例えば JAL とかエールフランスとかはこのターミナル 2E に到着すると思います。電波大丈夫？フライトチケットも値上がりしているんですね。そうなんだこんにちは。デタックスって何ですか？デタックスっていうのは免税です。ちょっとコメントにもありますが、フランスの税金が結構高くて税金 20% ぐらいあるのでまるまる 20% 免税ではないのですが、12とか13だったかなパーセントぐらいは免税になります。なのでハイブランド、フランスなのでルイ・ヴィトンとかシャネルとかヘルメスとか買った時にはこの免税手続きっていうのをすると、ちょっと思った以上に得した気分になるというかお得なので、免税手続きするのがおすすめです。こんばんは。結構広い今日もあまり長くならないようにって皆さん夜遅いと思うので思っていたのですが、久しぶりに来たけどやっぱり広いですね。ここ本当はここでミュージアムパス、美術館とかにルーブルとか行けるミュージアムパスっていうお得なパスを買えたりする場所、トゥーリズムインフォメーションだったのですが、今は閉まってる。日曜日だから閉まってるのか今やってないのかわかんないけど、空いてたらここでミュージアムパス買えたりします。フランス語も英語もできなくてもミュージアムパスって普通に言えば絶対通じるので安心してください。はい、到着しました。こんばんはヨドバシも免税。そう、ヨドバシも免税。来月からフランスに来られるんですね。もしも JAL とか、エールフランス使うときにはこのターミナル、ここに到着すると思うので、ここからパリに行くときには参考にしてください。はい、じゃん、到着しました。ここに書いてあるターミナル2の到着ターミナルです。ちょっと行ってみようか。じゃん。こんな感じで出てくる方もいますね。ここでお迎えの人は待つこともできます。日本と一緒ですね。時刻と便が書いてあって、でここから出てきます。この中で荷物を受け取ってこんな感じで出てきます。そして振り返ります。パリに着いたって言って到着ターミナル出口を出てすぐの景色はこれこの景色が待っています。まだまだパリらしくはありませんが、待ち合わせをするときにはちょっとこの椅子のところ人が多かったりするときもあるので、私はいつもこのブリオッシュドレっていうパン屋さん、カフェなのですが、そこで待ったりします。コンセントとかもあるしすごく便利。じゃーん。左はモノプリ、コンビニ、モノプかでカフェでトイレ、すごく分かりやすいでしょ。でここで両替っていうんだっけ、ユーロを円にしたりとかもできます。ではここからパリに行く際にどうしたらいいか今からご案内します。まず行き方としてはタクシーか電車を使う、メトロを使うパターンだと思うのですが、タクシーの場合は簡単です。出口を出てすぐここに
タクシーと書いてあるところがあります。出口って書いてありますね。中国語もと一緒なので日本語でも読めます。出口って書いてあります。ここからこの今お兄さんが入っていったみたいにずっとこのラインに沿っていくとタクシーが待っているところに到着します。本当にすぐ曲がったところが出口です。本当に簡単で、今はタクシーの料金っていうのが定額になっていて、パリの上の方、こっちの濃いオレンジの方に行くときには53ユーロ、下のエッフェル塔などがあるセーヌ川の下、薄いオレンジがある方に行くときには58ユーロで乗ることができます。これは定額なのでこれ以上取られるっていうことはこのタクシー乗り場から乗ればありません。で、ここで注意なのですが、今ここにいる人たち、さっき私に話しかけてきたこの人たち、この赤い服着てる人もですがは正式なタクシーではなくタクシーの呼び込みをやっている人だったりもします。なので、交渉ができればもしかしたら安くしてもらえるなんていう場合もありますが、そうじゃない場合、いい人でない場合もあるので、このお姉さんもわからないからもしかしたらこの人たちの方に乗るのかもですが、必ずこのタクシー乗り場っていうところを通ってタクシーが並んでいる場所でそこから乗ってください。そうじゃないとたまに騙されちゃうことなどもあるので気をつけてください。はい、これがタクシーです。こんな感じでかなりというか絶対にタクシーなんていう風に話しかけられるのでノーとか言って断るようにしてください。ではここで一旦カメラを切り替えて質問などあれば見ていきたいと思います。じゃんわかりやすいかな、大丈夫かなパリへのアクセスは地下鉄、私としては今タクシーご紹介しましたが地下鉄の方がおすすめです。なぜかというとパリは本当に渋滞がひどいので普通は1時間ぐらいでタクシーで到着するところを時間によっては2時間3時間かかっちゃうなんて時もあるので、その渋滞とかを考えたら電車に乗った方が分かりやすいし簡単かなって私は思います。ただちょっと言葉が読めないとか電車に乗る自信がないなんていう方はタクシーを大活用してもいいと思います。その時には必ずこの人たちに捕まらないようにちゃんとこのタクシー乗り場をずっと奥に行ってタクシー乗り場から乗るようにしてください白タクって言うんだそう、白タク。日本人は本当にカモにされる、あまりいい表現ではないですがカモにされちゃったりするので気をつけてくださいねそれではまた切り替えて今度はこの空港、今ターミナル 2E にいますがターミナル 2E JAL とかエールフランスで到着してから電車に乗ってメトロに乗ってパリに行く時の行き方です。ではカメラを切り替えます。じゃん、はい、今ここから、はい、ここ到着ターミナルから出て今度は電車に乗っていく時は出てすぐ左側ですね、こっちに曲がります。じゃん、とっても分かりやすくてこんな感じで案内があって、この読めなくても電車のマークがあるのでトレインって書いてあるところがあるのでそれに向かってこの矢印に従っていけば必ず到着できます。歩いて10分くらいと書いてあります。10分もかかるの？どうだろう、やってみましょう。ではまっすぐ進みます。途中までは今出発ターミナルから歩いてきた道と同じ道を通ります。あ、ゆうさんナイススパです。ありがとうございます。嬉しいです。ナイススパです頑張らなくっちゃはい、さっきご案内したトゥーリズムインフォメーションもあります。このインフォメーションを右手側にずっとまっすぐ行きます。本当に結構短い間隔でこうやって案内が出ているのでこれに従っていけば迷うことはないと思います。電車マークですね。じゃあちょっと早歩きしましょう危険情報、そうですね、やっぱり日本人の人は本当に心も優しいしなんて言えばいいんだろう、
優しいからっていうのを世界中の人が知ってるから、それを裏手にとって騙せちゃうななんて思う人が本当に多くて、パリでもやっぱり日本人っていうのはターゲットにされやすいので、なるべく自分の身は自分で守れるように気をつけてください。今も私も歩きながらスリも注意していますが、空港内にももちろんスリの人たくさんいるので気をつけて歩いてください。到着してほっとして、例えば携帯電話ポケットに入れて歩いちゃったりとか、リュック開けっぱなしになってたりなんていうことをすると、気づいたら貴重品がないなんていうことがあったりするので、気を抜かずに貴重品は自分で守って移動するようにしてください。ずっとまっすぐですね。本当に10分あるのかな何？カムチャッカ半島が大規模噴火したんですか？おお。何？日本の皆さん地震に気をつけてくださいだそうです。気をつけてください。日本は地震怖いですね。この前も大きな地震ありましたね。フランスでは本当に地震というものがなくて、多分人生で地面が揺れるっていうことを経験したことない人がほとんどだと思うので、フランスで地震なんか起きたら本当に世界の終わりみたいな感じで、みんな大パニックになっちゃうと思うはい、地下鉄のスリも多いんじゃない？そうですね、地下鉄も電車もスリはとっても多いです。なので気をつけなければなのですが、それは地下鉄の中だけではなくて、よく空港からパリに向かう電車はすごく危険っていう風に書いている記事とかあると思うのですが、それがすごく危険、空港からだからすごく危険なわけではなくて、日本人にとってはどの電車に乗ってもどこから乗っても危険なことは危険なので、気をつけなくてはいけないです。あとタクシーのことで、電波大丈夫かな？大丈夫か。タクシーのことで一つ注意し忘れてしまったのですが、ここ上に行きます。今は到着ターミナルからずっとまっすぐ歩いてきて、この電車のマーク通り上に行きます。タクシーの注意点ですね。タクシーに乗るときに、パリから空港でも空港からパリでも同じなのですが、窓側にハンドバッグなどの貴重品が入っていそうなバッグを置いておくと、座席の窓側ですね、高速道路などを通っているときにいきなりバイクに乗った人に車のタクシーの窓ガラスを割られてハンドバッグを取られてしまうっていうケースが本当に多発していて、この前も日本大使館から注意してくださいっていうメールがありました。なのでタクシーに乗る際にもタクシーの座席の窓側にはハンドバッグなど貴重品が入っていそうなバッグは置かないように気をつけてください。窓ガラスを割られて取られてしまうことがあって、ガラスが割れるのでお怪我してしまう可能性もあるので気をつけてください。はい、では今1個上の階に上がってきました。またこの電車の目印に従っています。ここに今 RER-B と書いてあるのですが、RER が電車の B 線に乗ってパリに行きます。ちょっとその窓ガラス割られちゃうっていうのも衝撃だったのですが、本当に多いみたい。私はまだというか経験したくないし、経験したことありませんが、怖いですね。ちょっと気をつけましょう。こういう話をしているとパリって本当に危険っていうイメージありますが、日本が安全だと思う歩くエスカレーター止まってる。歩こうこれもパリというかフランスあるあるで、この今も動く歩道が止まって壊れて止まってたりとか、エスカレーターとかエレベーターが故障して止まってるなんてことがとっても多いですこれはノーマルなので、例えば歩いてる途中にいきなり止まってなんていうのもノーマルなので、そんな時には焦らずに臨機応変に対応するようにしてくださいもうちょっとだ。見て見て、
さっき10分だったのが3分になった。でもここからはもう3分もかかんないと思う。せっかくだしちょっとお外見ようかな。あれ何の飛行機なんだろう。乗ったことない。これなんだろう。ちょっとおしゃれ。お、こっちの歩く歩道は動いてる。乗ろう。何フランスのタクシーにメーターがあるかどうか。フランスのタクシーにもメーターはあります。気をつけなくてはいけないのですが、メーターを押してるかまず確認するのと、あと一番安全なのは乗った時に後部座席の窓のところにそのタクシーの番号、タクシー番号っていうのが必ず窓に貼り付けてあるので、それをちょっとわざとらしいですが、運転手さんに分かるように写真を撮る。私はあなたのタクシーに乗ったっていう証拠を残しましたよっていう写真を撮っておくと、騙される可能性が減るんじゃないかなって思います。ここね、行きます。銃撃事件はないの？銃撃事件は身近なものではありません。何年か前にそういうテロがあったので、ないというふうに 100% ないとはどこの国でも日本だとしても言い切れないと思うのですが、そんな頻繁にあったりとかするものではないので、そこは安心していい部分なんじゃないかなって思います。はい、ここまで来ました。さっき出発ターミナルにあったパリ・サンジェルマンのユニフォームがあったコンビニのちっちゃいバージョンがあります。ここからこのエスカレーターに乗って下に降りるのですが、エスカレーターの降り口、こっちは上りだからあっち側から下に降ります。目印はこのプチコンビニ、赤いコンビニです。コンビニの左側、ここから降ります。さあ、人多いかな。ちょっとここからもしかしたらさっきすごく電波悪かったので電波悪くなるかも。やっぱりエスカレーター止まってる。壊れちゃったんだ。でも来ちゃったので歩いていきましょう。はい、この電車のマークで下に降りてくださいのマークがあります。隣にはさっきの RER 電車の B 線ですっていう案内があります。ここから降ります。ちょっとエスカレーター壊れているので歩いております。今では慣れましたが、この動いているはずのエスカレーターが止まっていて、止まっているエスカレーターを歩くと足が変な風になる。なんか脳みそがエスカレーターって動いてるものって記憶してるからなのか、気持ち悪い感じになる。だから止まっているエスカレーター歩くときは気をつけてくださいね。このままもう1個下です。ここにはこんな風に大きい何便何時到着っていうのがあって、エスカレーター2個目を降ります。ここから行こうか。じゃんじゃん。メトロはほぼ時間通りに来るの？そんなことは残念ながらありません。メトロが時間通り、そもそも時刻表というものがなくて、ホームにあと何分後、次は何分後みたいな感じで書いてあるのですが、それも日本みたいに1分単位で正確なわけではなくて、いきなり早く来たり遅く来たりなんていうことがあるので、時間を当てにしない方がいいと思います。はい、到着しました。ここから電車に乗れます。下に降りてすぐこんな表示があって分かりやすいですね。エッフェル塔が書いてある、パリって書いてある方、左側に行けば OK です。こんな感じで、チケットの注意点と乗り方の後にまたご説明しようと思いますが、チケットまずどうやって買うはこの黄色いチケット販売でチケットを買うことができます。でですね、ここ今はそんなに人いないのですが、ちょっとコツとしてはものすごくここ並んでいることがあります。で、なぜかみんな知らないのですが、このラインに並ばなくてもですね、このみんなが買っているこの売り場の後ろにも
待って、なくなってるかな。なくなったんだ。前はこの後ろにも売り場があってみんな知らなくてここを使わないっていうことがあったんですが、今はなくなっちゃったみたいだよね。ということでごめんなさい、変な情報を追加しちゃったけど、チケットはこの販売機で買うことができます。で、買い方も分かりやすく、エッフェル塔の絵が描いてあるボタンを押せばいいだけなのですが、分からない時には係員のお兄さんが、今見えるかな、シャツを着たこういうお兄さん、首からプレートぶら下げたお兄さんがいたり、お兄さんお姉さんいたりするので、パリまで行きたいって言えば、パリとか言えば通じると思います。丁寧に教えてくれますよ。はい。そしてこれは時刻表一応あるけど、こっちは今何番線がちょっと問題がありますとか、いつも問題あるけど、でここもさっき言った通りに、何時何分に来ますではなくて、1分後に来るとか16分後に来るとか23分後に来ますという表示です。あんまり時間は本当に当てにしない方がいいかなって思います。でチケットを買ったら今度は、電車のホームに行ってみましょう。ちょっと早く説明しちゃったけど大丈夫かな。分かりにくい場所があったら後で質問コーナーを設けたいと思うので、ご質問ください。ちょっと待って、チケット出さないと。じゃん、あった。はい、では分かりやすくここから乗ります。このパリのエッフェル塔の絵が描いてある改札から乗ります。こっち側から乗ってもこっち側から乗っても全く一緒なので、どっちから乗っても大丈夫です。ドキドキ。あとは電車に乗るだけでパリに到着ですよ。今は乗らないけどね。料金も後でご説明します。今はちょっとホームに行ってみます。よいしょ。ピーン。はーい。いきなり明るい。はい、こんな感じでさっきの、もし今右側改札から入りましたが、左から入っても同じところに出るので全く一緒です。そしてエレベーターもありますが、1個は故障してるみたい、こっちは動いてる。でもこのエレベーター両方壊れてること結構よくあるので、こんな感じで壊れてるマークあったら諦めてください。残念だけど。で今日は、階段で降りようか。エスカレーターは向こう側にある。動いてるかな。この後ろ側、階段の後ろエスカレーターなのですが、これも壊れてること結構あるので、そういう場合には本当に諦めて、誰かに荷物手伝ってもらったりとかして自力で降りるようにしてください。ホームは階段を一つ降りたところです。じゃんじゃんじゃん。結構人が待っていますね。これ今両側電車が来るようになっているのですが、結構皆さんここで迷っちゃうことがありますが、両方ともパリ行きです。右から乗っても左から乗ってもパリに行く。で、何が違うかって言ったら、例えば直行便、パリまでどこにも止まらず行く電車と、途中パリ郊外に何か所か止まる電車っていうのがあります。私としてはパリ郊外ちょっと危険なので、直行でパリに行けちゃう電車の方をおすすめします。で、日本だったらどっちのホームにその電車が来るとかあると思うのですが、これは決まってるわけではなくてランダムで来ます。なのでその都度自分で見なくてはいけません。こんな感じ。どこで見るかって言ったら、ここに電光掲示板があって、ホームのところどころにあるのですが、こっちが12、あっちが11番ホームで、電光掲示板動いてるかな。壊れてる。電光掲示板も壊れてる。こういう時は本当に勘で乗るしかないんだけど、こっち側は動いてますね、掲示板。はい、こんな感じで電光掲示板が出ています。これは
各駅停車みたいな感じでパリに行く電車です。でこの後何が来るかとか、出ている時と出ていない時があるのですが、各駅でも、直行でもそこまで時間は変わらないので、来た方に乗っちゃうっていうのも一つの手だと思いますとか、今電車来ましたが、このホームに並んでいる人が多い方に乗るとか、そういうのも手だと思います。ちょっとみんなが電車に乗るところを映そうか。この電車に乗るとパリまで、パリ中心地ギャルドノード北駅とかまで行くことができます。さっき各駅停車の場合にはパリ郊外に止まるのでちょっと危険が増すってお話ししたのですが、本当にそこまでいろいろな旅行記事とかに書いてあるほど危険を感じたことは私はなくて、電車も綺麗なので、もしも各駅に乗って心配っていう場合には窓側の席に乗らないとか、窓側じゃないか、出入り口付近のお席に乗らないとか、座席に乗る際には通路側じゃなくて窓側の方に乗るとか、そういう風にすればスリにあって取って逃げられたりなんていうことがちょっと回避できるんじゃないかなって思います。はい、駅にも今ここにいる左側の青いネクタイのお兄さんのように電車を案内してくれる係員さんっていうのがいないこともありますが、大体はいるので、わからない時には聞いたら丁寧に教えてくれます。はい、ということで今はターミナル 2E から、パリ行きの電車に乗るご説明をしました。逆にパリから空港に電車で来た際、 RER-B 線で空港に来た際にはここに到着します。なので同じように今降りてきた人たちはパリから来た人たちですね。でそれがこの電車がパリと行ったり来たりしている電車なので、同じホームに到着します。ターミナル2だったらここのホームに到着します。なので今歩いてきた道を逆に歩いていけば、最初に今回ライブをスタートした出発ターミナルに行くことができます。はい、ということでちゃんと通じたか大丈夫かなではカメラを切り替えてちょっと戻って皆さんとお話ししながら、これから日本から来る方をお迎えに行くのでちょっと戻りたいと思います。コメント読もう。カメラを切り替えます。あれ切り替わらない？じゃんわかりやすかった？大丈夫ですか？もしも今日ご説明一通りしましたが、ここわからなかったとかもっと知りたいなんていうことがあったら、このライブのコメント欄だったりブログだったりインスタグラムだったりでコメントご質問いただければなるべくお答えできるようにします。お気軽にコメントをください。ちょっと読みながら行こう。何放送本番嬉しい。ほい。はい、今はパリへの行き方をご説明したところですすごく明るいよ。ちょっと今日朝寒くてコートというか着てきたけど、空港内は暖かいです。今日から何日か雨なんだって各駅はどんな表示で書いてありますか？表示すればよかったけど、各駅って書いてあるわけではなくて、さっきの下にあった電光掲示板にどこに止まりますみたいな感じで止まる駅の名前がずらーっと書いてあります。なのでシャルル・ド・ゴール、CDG かって書いてあるのがシャルル・ド・ゴール、ここの空港で、そこから何回止まって、例えばギャルドノード、自分の行きたい駅北駅まで行くかっていうのを見れば直通かが分かると思います。その CDG からそのまま次に止まる駅の表示がパリギャルドノード北駅っていう風に書いてあったらそれが直行で、その空港からパリまでの間にたくさんの駅名が書いてあればそれが各駅です。なのでフランス語わからなくても表示してある電光掲示板に表示してある場所に電車が止まるっていう風に覚えておけば、自分の行きたい駅に一番
短く行ける電車に乗ったらいいと思います。説明できてるかな、大丈夫かな。ではでは、またちょっと空港の方に戻ろうかな。ここすごく光がいいけどちょっとまた暗くなります。何かご質問はありますか？大丈夫？ちょっとだけカメラ切り替えます。じゃん。なんでかって言ったら、切符の入れ方もお伝えしておこうかなって思って、何度かご説明してるかもですが、今みたいにお姉さんみたいに黄色いところからチケットを入れて、で次のここから入れて、ここからチケットを抜くと開くようになってます。日本のようにチケットを入れて通った後にチケットを抜くのではなく、入れて抜いたらドアが開きます。なので注意してください。抜かないといつまでたってもドア開かないので気をつけてください。はい。でね、この改札今も左側で揉めてるけど、本当にね、空港の改札なのにすごい狭くてスーツケースが通らなかったりします。これもなんでこう作っちゃったのって感じですが、なので、すごく大きいスーツケースとかベビーカーなんか持っている方、こういう今ベビーカー持っていますが、方はだいたい一番端っこにちょっと広い改札っていうのがあるので、そこから通るようにしたらいいと思います。はい、ほら見て、こんなに大きく無料 Wi-Fi って書いてあるのに Wi-Fi 使えないの不思議。カメラ切り替えます。どうでしたでしょうか。これでちょっと今回一通りお話ししたいことが終わりました。勝手に終わらせちゃったけどほぼノーマスク。そうですね、今見ている限り結構マスクしていない人、やっぱり空港でも多いですね。ちょっとそこのどうしよう、椅子とかに座る。ちょっとお話ししようかな。おー、1時間以内で説明できた。自分的にすごい新記録。普段から電車に乗る習慣がないので、こういう動画を勉強になります。よかったです。それは良かったです。何かご質問などあればください。係員さんは英語が通じますか？はい、係員さんはだいたい英語通じます。で、ここの胸のプレートとかに、例えば英語、フランス語とか、あとスペイン語が話せますみたいな国旗のバッジをつけていたりもするので、そういうのを参考にしてもいいと思います。ですが残念ながら日本語を話せるという人は今まで会ったことがないので、日本語は期待できないかなって思います。ちょっとここ座ろうか。はい、すり気をつけないと。拍手を君にさん、ナイススパです。ありがとうございます。嬉しいです。こんばんは。来てくれてありがとうございます。ちょっと今カメラを相棒につけて、皆さんのご質問もしも何かあれば、この後ちょっと時間をとって5分ぐらい時間をとって質問コーナー設けたいと思うので、ご質問あればどしどしください。いつもの相棒、どうしよう、ごめんなさい、いつも最後バタバタしちゃう。こんな感じで、ではちょっとカメラガシャンってします。カメラじゃないか、携帯電話。せーの、ガシャン。はい、本当に便利だな。はい、ということで今日は、空港、今はパリのシャルル・ド・ゴール空港に来ていて、そこからパリの行き方とかタクシー乗る際の注意点などをお話ししました。ここからは質問コーナーにしたいと思うので、今50分ぐらいお話ししたので、1時間以内ということで、あと5分ぐらい今質問コーナーを設けます。何かご質問あればどしどしチャットをください。大丈夫かな、分かりやすかったですか？大丈夫ですか？スイカ？何？スイカ食べたい。スイカ食べたいですね。そうだ、一つちょっとお伝えし忘れていたことがあった。さっきパリ行きのチケットの料金はいくらですかっていうお話、最後にお伝えしますって言ったまま忘れてしまっていました。ごめんなさい。5分ぐらい質問コーナーって言ったのですが、では最初にお値段だけ、空港パリ間のお値段だけちょっと
ご説明しておこうかなって思います。ちょっと字が汚いのですが、私がもうずっと使っているメモがあって、それを一瞬というか写すので、チケットの値段一覧みたいなのが書いてあるので参考にしてください。字が汚くてごめんなさい。これもしも必要ならスクリーンショットを撮って後でこれを見ながら今から説明をします。これが今、説明なのですが、ぼやけちゃうから後でこの画像スクリーンショットなどを撮って私が今からお伝えすることと合わせて見てもらえたらと思います。大丈夫かな。はい、ではご説明していきます。まず一番最初に書いてあった普通のチケットというのが1枚 1.9 ユーロです。日本では乗る距離によってお値段変わると思うのですが、フランス・パリでは1回いくらっていう感じで、チケット1枚で10駅乗っても1駅乗っても10回乗り換えしても1回 1.9 ユーロです。ただ注意点があって、空港からパリまで行き、空港パリ間のお値段っていうのは 1.9 ユーロではなく定額料金で決まっています。でそれが今ホームまで行った RER に乗ると 12.5 ユーロです。空港からシャルル・ド・ゴール空港からパリまでは 12.5 ユーロで行くことができます。でこの後ろの黄色いチケット販売機からチケットが買えます。でそしてタクシーはさっきお伝えした通り、ちょっと今メモに書いてあったお値段とちょっと値上がりしてたかなって今記憶しているのですが、タクシーのお値段はさっきタクシー乗り場のところに書いてあったお値段を参考にしてください。タクシーは定額です。でそしてですね、ここでちょっとでもお得に乗りたいという方にちょっとだけアイディアをお伝えします。で今チケット距離に関係なく1枚 1.9 ユーロですとお話ししたのですが、その他にさっきのスイカっていうコメントで思い出して、日本のスイカのように私も今使っているこのナビゴっていうカードがあります。でこれにチャージをするとどこから説明しよう、ごめんなさい。これにチャージをすると例えばこれにチャージできるのは1週間と1ヶ月っていう日本のスイカと違ってこれで何かが買えたりなわけではないのですが、定期券のような感じで使えるので1週間か1ヶ月でこれにチャージができます。でこれの何がいいかというと、これをチャージすることによってパリから空港までの電車もこのカードで乗ることができます。なのでもしも例えばこのナビゴ1週間だと 22.8 ユーロ、1ヶ月だと 75.2 ユーロ、1ヶ月パリにいるっていう方はいないと思うので、1週間 22.8 ユーロで空港からパリまでが 12.5 ユーロっていうふうに考えたら、パリ市内で5回以上電車に乗るよっていう方とか、そういう方はこの空港でこの販売機でチケットを 12.5 ユーロのチケットを買うよりも、このナビゴを空港で作ってここからもうナビゴを使ってパリまで行くっていう方がちょっとお得になる場合があります。これはご自分でどれくらいメトロに乗る予定があるかなどで計算してもらえたらいいと思うのですが、もしパリ市内でたくさんメトロに乗る予定があるなんていう方はチケットを買うのではなくこのナビゴっていうのを作ってしまった方がお得な場合もあります。でこのナビゴを作る際の注意点というのが、今1週間と1ヶ月がありますってご説明したのですが、買った日から1週間買った日から1ヶ月なわけではなくて、1週間なら月曜日から日曜日、1ヶ月なら1日からその月の最後っていう風になっているので、例えばパリに金曜日に到着して1週間のこのナビゴを買っても2日間しか使えないので、週末とかにパリに到着した方はあまりナビゴを買った方がお得っていうことがないと思いますが、例えば月曜日にパリに到着して1週間メトロを使ってパリを楽しむなんていう方はナビゴを作った方が私は断然お得でおすすめです。でナビゴを作る際には必ず裏にちょっと
私の証明写真がおかしいのですが、裏にちょっと顔隠そう、こんな感じで写真を貼る場所があります。でここに自分の証明写真を貼らないと、地下鉄やメトロの中、地下鉄や電車の中でコントロールがあった際に不正乗車のコントロールなどがあった場合に罰金の対象内になってしまう場合があるので、必ずナビゴを買ったらすぐそこにも証明写真機とかあるので、証明写真を撮って、日本から持ってきた証明写真などを使って、もう1個あった、この辺りに写真を貼ってもらって、でここに自分でお名前のサインをするようにしてください。これが注意点です。必ずナビゴを買ったら裏に自分のお顔の写真を貼るのとサインをすること、お名前のサインをローマ字ですることが注意点です。ということでちょっと料金の説明下手だったな、いきなりなので下手でしたが、さっき写したこのメモを参考にしていただいて、自分がどのチケットを買うのがお得かっていうのを考えて買ってみてください。はい、よかった、5分以内でできた。では本当にここからは質問コーナーにしたいと思います。今ご説明した料金のことをちょっとうまく説明できなかったので、も含めてご質問などがあれば今から5分間受け付けます。よろしくお願いします。ちょっと熱くなっちゃった、ごめんなさい。ごめんなさい、マイクまでついてっちゃった。ちょっと熱くなったのでこんな、暑い、本当に暑い、蒸してる。パリって乾燥してるのになぜか蒸してます。人が多いからかな。大丈夫かな。何、家電富士さん、ナイススパです。こんにちは。ナイススパです。円じゃない、なんだろう、Thank youの方がいいかなありがとうございます。ナイススパです。こういう顔してるねありがとうございます。はい、コメント読んでいきます。日本でいうパスも安いかのようなカードありますかっていう質問、それが今ご説明したこのナビゴですね。ナビゴも一応細かくご説明すると2種類あるのですが、私は在住しているのでこういうナビゴを使ったり、これは回数券をチャージできるナビゴ、10回だとちょっと10枚綴りだとちょっと安いとかそういうのがあるので2種類あります。こんなのがあります。ですが日本のスイカと違うのは、これでお買い物ができたりとか、そういう金額で使えるわけではなくて、あくまでも電車とかメトロバスが乗れる定期券という感じですっていうのがあります。初期費用は多分カード代が5ユーロぐらいするのですが、このナビゴ1回買っておくと期限がなくて、例えば1週間買えば1週間が期限ですが、カードの期限はないので、またパリに来るよなんていう時にはこれにチャージすればいいし、お友達がパリに行くよとかフランスに行くよなんていう時には、じゃあこれ使ってみたいに貸してあげるなんていうこともできるので、ちょっと、作っておいて不便ではないかなって思います。お名前のサインしちゃうと不安っていう方もいるかもしれませんが、日本人のお名前までフランス人、男か女かも多分わからないし、名前まで確認されるなんていうことは本当にゼロに近いと思うので、そこは安心していいと思います。リアルに分かりやすかった、よかったです。はい、なんだろう、パリ以外に長期滞在を望んでるんですね。機会があれば情報提供が欲しい。はい、長期滞在について分かりました。ご質問いただけたらなるべく答えられるようにします。なんだナビゴって4年間くらいで作り変えるのでしたっけ。4年間で作り変える。私の認識ではさっきお話しした通り、1回作ったら多分作り変えるっていうことはないと思います。私も7年ぐらい同じナビゴ使えているので、作り変えなきゃいけないっていうのは、ナビゴの形式自体が変わってとかそういうことがない限りは作り変えなくてもいいと思います。十何年も同じナビゴを使っているなんていう人もいるので大丈夫だと思います何なんだろう、
血が抜けてました？何さっきのコメント本当だこんにわになってたこんにわかわいい。質問大丈夫かな？大丈夫ですか？はい、空港パリ間地下鉄1枚 12.5 ユーロ、ナビゴ1週間 22.8 ユーロ、1ヶ月は75.2 ユーロです。1ヶ月で 75.2 ユーロなので、3週間とか2週間とかパリに滞在して本当にメトロ、バス、地下鉄このナビゴで乗れるので大活用するとか、と1ヶ月以内に空港行き帰りがあるなら2回来ると思うので、考えたら何回だろう、ちょっと計算私苦手なのですが、10何回パリで地下鉄にその滞在中に乗るっていう方はこの1ヶ月の 75.2 ユーロのナビゴにしてもお得になるかなって思います。ナビゴの証明写真は何でもいいのですか？これですね、何でもいいですただこのナビゴスイカと同じ大きさなのですが、このナビゴのここにちょっとお顔が嫌なので隠してますが、結構ちっちゃい四角でここに貼れればで顔が分かればどんな写真でも大丈夫です。大きさとかもここのすぐこの裏に証明写真機もあるのですが、さすがフランスなのがこの証明写真機で撮ってもサイズが全然合わないの。本当に不思議。すごく大きい証明写真になっちゃったりして、そういう場合にはちょっと証明写真撮るときに遠目に座ってこんな感じで証明写真を撮って大きさに合わせて手でちぎってこう貼ったりすればいいと思います。本当に適当で大丈夫です。それがフランスのいいところ。ただお顔だけは分かるようにしておいてください。めぐぐさん髪切ったのですか？気づいてくれた実は髪切りましたよじゃじゃーん。ちょっとだけど、ちょっとって言っても20センチぐらい切りました気づいてくれてありがとうございます本当に暑い。もっと切ればよかったかな。でもロングが好きなんだよなにじますさん気づいてくれた、ありがとうございます。空港にいるどこか行くんですか？いえ、今日は日本から来る方をお迎えに来ましたよ。もうそろそろ私もお迎えのお時間になるので、今していただいたコメントを読んで質問などあれば答えて今日は終わりにしたいと思います。はい、今日はドゴール空港からお送りしています。ターミナル間を移動するモノレールの乗り場、ターミナルにはどこにありますか？空港の人に聞いたら分からなくてタクシーで移動しました。ターミナル間のモノレール、モノレールちょっと分かりにくかったりして遠いっていうのもあって、空港の人も面倒くさくて答えなかったのかなって思うのですが、通常だったら必ず答えてくれる、必ずじゃなかったけど答えてくれると思います。でモノレールは今戻ってちょっとご説明するにはちょっと時間もないのですが、どうしよう。お写真撮ってコミュニティかなに投稿してちょっと分かりやすく説明できたらなっていうふうに思います。そうちょっとその空港間のモノレールっていうのは分かりにくいところにありますどこ行くのこれからパリに戻ります。明日はまた雨、最高気温19度なんですね。パリも今日、ここパリ郊外ですが、パリも19度、22度とか24度とかだったと思います。昨日は29度ですごく暑かったのに、いきなり24度、2度とかになっちゃって、天気がこんな感じですね気分屋さんですよね。日本もちょっとお天気たくさん変わるようなので、皆さんも体調に気をつけてくださいね。それでは大丈夫かな？他にご質問ありませんか？大丈夫？では今日は今ここシャルル・ド・ゴール空港、ド・ゴール空港って呼ぶのかなからライブをお送りしました。なかなか最近更新できていないのですが、なるべく頑張って更新もできるようにするので、動画の方も楽しみにしてもらえたら嬉しいです。そしてこんなこと知りたいよとか、こんな
これについてお話ししてくださいなんていうことがあれば、ライブとか動画でお話しできたらと思うので、ご要望などありましたらこのライブのコメント欄でもブログでもインスタグラムでも何でもいいので、これについて知りたいです、動画で話してくださいなんていうコメントをくださいはい。最後にもっくんナイススパです、ありがとうございます。ピースしちゃった、かわいい日本のセンスナイススパです、ありがとうございますはい、こちらこそありがとうございました。エールフランスにもぜひ乗ってくださいね。日本もフランス来やすくなったようなので、皆さんがフランスに遊びに来てくれることを私はとても願っていて楽しみにしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。日本の皆さんは夜かと思います。良い夜を過ごしてください。今日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。フランスにお住まいの皆さんはいい週末を送ってください。ボンウィーケンド、またね、アミアント。